いや、それ違うと思うよ。そうなんだ。でさ、この前さ、僕の話なんだけどさ、こんな風に会話をしていませんか？こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物と紹介本はこちらです。この動画では、登場人物の悩みに対して、この本に書かれている重要な3つのポイントを適用して、登場人物の悩みを解決していく動画です。皆さんもこの登場人物になりきって考えてみてください。今回ご紹介するのは、林健太郎さんが書いたいつもいい人間関係の人がやっている否定しない習慣です。皆さんは知らず知らずのうちに相手の話を否定していませんか？例えば、いや、その考えは違うと思うよとか、それはないないといった言葉です。結構やりがちじゃないですかね。この本では否定という行為を深く掘り下げているんです。例えば話の途中で遮ったりする行為も否定とこの本は言ってるんですよね。例えば A さんが〇〇っていうのあるじゃんって話した時に B さんがそれあるあるそれってさと話をすぐに奪ってしまうような行為も否定だと言ってるんです。私たちが無意識のうちにやってしまっているこの否定的な反応は信頼関係とかコミュニケーションをする際に悪影響を及ぼすんですよね。この否定を避けることができるとしたらどうでしょう？相手は自分の話していることが否定されなくなるため安心するんです。これによってより自分が好かれやすくなるんですよね。この本を読んでなるほどと思ったのは、意見の違いと否定を混同してはいけないという点です。会話の中で意見が異なるとどうしても否定しがちですよね。しかし否定をしてしまうと言い合いになったり関係が悪化したりしてしまうことがあります。このような場面は会社でも私生活でもよくあると思うんですよね。ここで勘違いしてほしくないのは、意見が違うことは決して悪くはないということです。大切なのはそれを否定しないことなんです。では、どのようにして否定しないようにすればいいのでしょうか？これから登場人物を紹介していって、3つの否定しないポイントを説明したいと思います。今回の登場人物はこちらです。ゆうなさん28歳、女性の方です。ゆうなさんは有名な私立大学を卒業した後に大企業で働いているんですね。プライドが高く、常に自分の能力と見た目に自信を持ってるんですよね。彼女はコミュニケーション能力が高いと信じているんです。仕事やプライベートでは衝突が多くて、言い合いになることもしばしばあるんですよね。しかしほとんどの場合、相手を論破してしまうほどの鋭い頭脳と負けず嫌いな性格を持つんです。しかし最近役員との話をする機会があり、会話の中で自分の意見を伝えることも重要だが、真のコミュニケーションとは相手の意見を汲み取ることであるというふうに指摘されたときに、自分がそれを本当にできているのかと疑問を抱くようになったんです。そこで初めて自分は相手に一方的に話しているだけで、本当に相手との信頼関係を築けているのかと疑うようになったんですね。そのため今回は、相手との信頼関係を築ける人になるを目的に設定しました。この目的を叶えるための3つのポイントをこの本から抜粋したので説明したいと思います。1つ目のポイントは、相手の意見を聞く時間を作るです。ゆうなさんがまず意識すべきなのは、自分の主張を少し控えて、相手の話をしっかりと聞く姿勢を持つことなんです。例えば相手が話し始めたら、すぐに自分の意見を言わず、まず相手が何を伝えたいのかをきちんと理解することが大切です。要するに、聞く姿勢が大事なんですよね。これを実践することで相手は自分の意見がちゃんと尊重されていると感じて信頼関係が深まります。さらに相手の考えをしっかり理解できるので誤解が少なくなり、話し合いがスムーズになりますよね。結果として相手もゆうなさんの意見を受け入れやすくなるんですよね。二つ目のポイントは、相手の言葉を受け入れるです。ゆうなさんは会話の中で納得できないことがあると、すぐにそれは違いますと言ってしまうんですよね。この姿勢が相手との衝突を招く原因になってしまうんです。自分の意見をしっかりと伝えることは大切なんですが、相手の意見をすぐに否定してしまうと、会話がスムーズに進まなくなってしまいますよね。ここで大事なのが、相手の言葉を受け入れる姿勢です。相手の意見や気持ちを受け入れることで、
相手は自分の存在が大切にされていると感じて、信頼関係が築かれるんです。この時に相手の意見に共感する必要はないんです。単に相手の意見を受け入れるだけで、議論がヒートアップするのを防げるんです。例えば、相手が自分の考えを話してきた時に、そういう考え方もあるよねというだけで、相手は安心感を持てます。この受け入れる姿勢を持つことで、ゆうなさん自身もより良いコミュニケーションができるようになると思います。3つ目のポイントは、勝ち負けの議論をやめるです。ゆうなさんは自分の意見をしっかりと持っているので、つい議論がヒートアップしてしまい、勝ち負けにこだわることがあるんですよ。しかしこういった姿勢は人間関係を悪化させる原因になりかねないと思います。大切なのは相手とのコミュニケーションを通じて理解し合うことですよね。議論は意見を交わす場ではありますが、勝敗を競う場ではないですよね。相手の意見を尊重して自分の意見も大切にすることで、よりスムーズな会話ができると思います。例えば、会議で意見が対立した場合、ゆうなさんが私の意見はこうなんですけどどう感じますかと聞くことで、相手は自分の意見を安心して言えるようになります。また会話の中で納得できる部分もあるはずです。そのような場合は、その考えには理解できる点があります。それを踏まえて、私はこう思うのですがどうでしょうかと話すことで、相手は自分の意見が受け入れられていると感じることができるんですよね。このように話し方を少し変えるだけで、相手との信頼関係を築くことができるようになるはずです。それではゆうなさんが相手との信頼関係を築ける人になるを達成するための3つのポイントをまとめていきたいと思います。1つ目のポイントは、相手の意見を聞く時間を作るです。自分の主張を控え、相手の話をしっかり聞くことが大切です。これにより相手は尊重されていると感じて信頼関係が深まっていきます。2つ目のポイントは、相手の言葉を受け入れるです。納得できないことがあってもすぐに否定せず、そういう考え方もあるよねと受け入れる姿勢を持つことで、相手は安心感を得ることができます。3つ目のポイントは、勝ち負けの議論をやめるです。議論は意見を交わす場ではありますが、勝敗を競う場ではありません。お互いの意見を尊重して理解を深めながら信頼関係を築くことが大切なんです。これらを実践することで、ゆうなさんは相手との信頼関係を築く人になれると思います。はい、なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか。自分では相手の話を否定していないと思っていても、実は何気ない会話の中で否定してしまうことがあると思います。否定してしまった時には仕方ないと思います。大切なのは、次の機会に否定しないように意識して努めることです。今回ご紹介したポイントを押さえることで、否定を防ぎ、より良いコミュニケーションが取れるようになると思いますので、ぜひ実践してみてください。今回の動画の内容に共感できた方は、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。コメント欄を使ってお悩みをご記載していただければ、今後の動画配信のテーマにもしたいと考えております。皆さんが登場人物と同じ悩みを抱えてしまったとき、このチャンネルの動画がきっかけで解決のヒントにしてもらえるのが私にとって何よりの喜びです。ぜひチャンネル登録をしていただいて、いつでも見られるようにしていただけるとお役に立てると思います。それではまた会いましょう。